こんにちは、チャーリーです。今回のお話は、ハンドファーストスイングとフリップするスイング、そもそも何が違うのか解説していきたいと思います。チャグル TV 始まるよ。ハンドファーストで打てるのか、フリップして打つのか、その違いは、体が回転していく中で、終わり際にリリースをすればハンドファーストスイング。回転の始めにリリースをすればフリップするスイング。ただこの違いだけです。ハンドファーストになっていない方は、リリースをするタイミングが早いんです。いや、それはそうでしょうと思うと思います。しかし、分解して考えれば、もっと理解が深まってきます。体はトップからフィニッシュまで行った時に、これ以上回すことができないという体の回転の限界の場所があります。その体の回転が終わりに近づいた時にリリースをすれば、ハンドファーストになり、球が飛んで曲がらなくなってきて、体が回り始めた初期、もしくは正面を向いたぐらいの位置で、リリースをするとフリップをした、球が飛ばないショットになってきます。ちなみに、アプローチやバンカー、ロブショットは、体が開く前にリリースをかけることで、しっかり振って球を飛ばさないという必要な動きでもあるので、フリップした動きが全てにおいてダメだという話ではありません。これは野球のピッチングでも同じことが言えます。体の回転の終わり際でリリースをすれば、リリースポイントが前にあると言われて、ゴルフでいうハンドファースト、球速が出てコントロールがいいとされています。体の回し始めにリリースをすると、スピードも出ない、コントロールも悪い、良くないピッチングだと言われます。そして一つ深掘りしていきます。そもそもリリースとは何でしょう？これは手首もしくは右腕で言えば髄内。この動きが起こった時がリリースです。これは先ほどお話したピッチングでもそうですし、ゴルフのスイングでも同じです。どのタイミングで手首を解放して右腕を髄内させるのか。ゴルフは両手でクラブを持っているので、先ほどの右手の動きに付随した左腕は背屈、そして髄外。これが俗に言うリリースになります。そしてさらに深く考えていきます。体の回転の終わり際にリリースをする必要があるということは、逆に言うと、リリースポイントまで手首や髄内を使ってはいけないということです。ということは、リリースポイントまでいかに体だけの回転でその位置まで持ち込むのか、ここが最も重要になってきます。多くのアマチュアの方がなぜハンドファーストにならないのか、この最大の要因は必要なリリースポイントまでクラブを持っていくことができていないので、このあたりでしんどくなってリリースで打っている。これが答えになります。まずここまでをまとめます。ハンドファーストかハンドファーストじゃないかは、体の回転の終わり際でリリースするのか、途中でリリースするのか、これがフリップとハンドファーストのスイングの違いです。そして、このリリースというのは、肘から先の手首と右腕で言えば髄内。この動きを行った瞬間をリリースと言います。なので、いかに体の回転の終わり際までリリースするのを待てるか。これが重要になってきます。それでは、どうやれば体の回転の終わり際までリリースポイントを遅らせることができるのか。とっておきの練習方法を解説していきたいと思います。まずボールを出してください。これは意味があります。構えて、ここからトップに持ってきて、この時の形何でもいいです。例えば脇が空いてようが、フラットだろうが、クロスしてようが、正直何でもいいので、自分が心地いい位置に引いてください。そして、ここから手首の形、右肘の曲げ伸ばし、そしてもう一点、手の上下運動、この3つを一切行わず、ヘッドをボールの位置、地面に触るように持ってきてみてください。体の回転、フットワークのみでヘッドを持ってきます。自分が振りやすいトップの位置。ここから手首、右肘、上下を使わないで、体だけで持ってきます。これ感覚的には手を全く使っていません。そして、きっちりヘッドをボールの位置に持ってきていただくとわかりますが、めちゃくちゃ体が苦しいです。これをベーシックストレッチと言います。逆に手を下ろしたり、
手首をほどくと、体は全くストレッチされません。めちゃくちゃ楽です。アドレスした時に体が楽なのは、手も降りて手首も解放して、体には何もストレッチがかかっていないからアドレスは楽です。脇腹、太もも、ふくらはぎ、肩甲骨、股関節、いろいろな体中の部位を柔軟に使っていって初めてヘッドがボールの位置に来ます。まず、このベーシックストレッチでインパクトの苦しさを知ってみてください。そして、当たった直後、リリースをします。これが体の回転の終わり際、ギリギリまでリリースを遅らせたスイング。アドレスよりも沈んだ形になります。お尻も前に出すことなんかできません。注意点としては、持ってくると言っても頭が動くのはあまりよくありません。少し右側に来るのは OK です。まずこのストレッチを行っていただく。そして実際に打つときもトップから体の回転だけでヘッドをボールの位置まで持ってきて、そしてその後リリースとして球を打つ。これが皆さんができていない体のみでヘッドをボールまで持ってくるという感覚分かってきます。このベーシックストレッチの練習で注意したいのはヘッドをしっかりボールの位置に持ってきてください。例えばここから体の回転で空中に持ってきても何の意味もありません。これ苦しさも少ないですし、そもそも実際に打つ時の体の感じと違います。なので置いてある球にヘッドがちょうど来ればそれで OK です。変に振り抜こうとすると、球じゃないところを振ってしまいやすいので、必ずアイアンで地面に置いたなら、ヘッドがきっちりボールの位置にピタッと来る。その時の苦しさを覚えたいので、空中ではなく球の位置にストップさせてみてください。これはドライバーでも一緒です。ドライバーのヘッドがちゃんと体の回転だけで、ボールの位置に来るようにストレッチをします。そしてもう一点、構えた時よりも必ずフェースが開きます。これが、また早めにリリースをしてしまう原因の一つになっているのですが、そこでサムダウン、小屈、もしくはアドレスの時点でもうフックグリップに持つ、こういったリリースポイントを遅らせるデメリットの一つ、フェースが開いてくるということには対処しなければいけません。ベーシックストレッチでインパクトの形を確認することで体の感じが身についてきます。ハンドファーストというと正面から撮影して手が前にある、前じゃないという直線運動ではありません。あくまで円運動、回転してくる中のどこでリリースするのか。ただそれだけの問題です。今回のこの動画何度も見直して冒頭から結構重要なことをずっと話してます。練習をしてぜひリリースポイントを遅らせたハンドファーストの飛ばせるスイング身につけていってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。そして私が直接指導するプライベートレッスン開催しています。予約がなかなか取れないのですが、こういった動画では1対何万人に対して大きな話しかできませんが、来ていただければどういう練習をすればいいのか、今の問題点、練習方法を正しくお伝えすることができます。一度来ていただくだけでも大きな効果があります。この先何年もゴルフをやっていくのであれば、一度私のレッスンを受けていただいても損ではないと思います。ゴルフを始めたばかりの方やまだ始めてない方、女性の方、こんな方にも最適なアドバイスができます。概要欄の方から問い合わせしてみてください。それでは。